こんにちは、カンナです。今まではヘバラギと名乗っていましたが、これからは本名であるカンナとして活動していこうと思います。理由は概要欄に記載しているので、ぜひチェックしてください。さて、今日はカナダ留学への出国動画でございます。ラスト日本飯に選ばれたのは、東京でよく食べていたつけ麺でした。成田空港に着いたらドキドキの重量チェックです。前回パッキング動画出したんですが、皆さん見てくれましたか？運んでみた感じ、明らかに25キロは超えてそうな感じでちょっと不安です。ではいざ測ってみます。ででん、何キロでしょう。27。4キロオーバーや。結構オーバーやね。さあどれを出すか。さあ、ここから4キロ分どうやって出していくか考えていきます。とりあえずこういう時は小さいけど重量があるものから出していくのが鉄則です。ここが重いね。それ何入ってるの？これ調味料。顆粒系のもの、かつおだしと鶏ガラスープは出します。せっかく力軽かったのにまた重くなるの嫌やけど、まあしゃあないね。さてこれで再トライです。多分4キロは減ってないけど1.3 オーバー。1.3か。まあいけるっしょ。微妙い突っ込な。んでみよう。そうだったらなんか取ろう。はい。てな感じで荷物1回預けてみます。無事にですね、荷物も OK ということで保安検査も通り、ここから出国です。夫にバイバイしてます。今回成田からカルガリーというカナダの都市に1回飛んでトランジットでバンクーバーに向かいます。カルガリーまでは一旦9時間のフライトになります。成田からバンクーバーはジップエアで直行便が安く出てるんですけど、私が買った頃にはもう残念ながら売り切れてました。で、離陸したらこの悪天候、10分ぐらいずっと揺れてたので、もう早々ちょっと酔い始めてました。今回カナダ留学を決めた理由をお話しすると、去年東南アジアで夫と2人で旅暮らしをしていた時に、夫との喧嘩がありえないぐらい増えてしまって、もうやっていけんってなってカンボジアから帰国しました。2025年はヨーロッパに滞在する予定だったんですけど、先の計画が全部白紙になってしまったので、これからどうしようって時に必死に考えたんですよね。誰といようがいまいが人生で絶対やっておきたいこととして上がってきたのが英語圏への留学だったんです。ちょっとでも若くて知力も体力もあるうちに行っておいた方がいいかなと思ってカナダに行くことを決めました。私大学で外国語学部にいたので、周りはバイリンガルは当たり前、英語と専攻語含めた3国語を話せるって人が普通にわんさかいる環境でした。一方で私は英語にずっと自信がないまま28歳まで来てしまって、でもせっかく今フルリモートで働けるようになったんだから、今行かなかったらいつ行くのっていう、今はまだやなって言い訳してただけの自分に気づいたんですよね。あと語学学校に6ヶ月通って結構長いって思われることあるんですけど、私が大学生の頃は英語系の長期留学って言ったら6ヶ月は語学学校に通うってイメージで、3ヶ月以内は短期留学ってイメージでした。英語をマスターしたい思いで行くんだから、どうせだったら悔いのないようにしっかり身につけたいと思って絞らずに6ヶ月と決めました。最近出稼ぎ的なワーホリがブームで、語学学校ほとんど通わないって人も増えてるけど、もともとちゃんと英語力がある人じゃなければ6ヶ月は通った方がいいと思います。私はフルリモートで今働いてるから、仕事はまずそれを続ける予定だけど、やっぱり現地で働きたいって思った時のために選択肢を残す意味でワーホリビザでの渡航に決めました。ワーホリは意味ないとか言う人も多いけど、ワーホリってビザの種類を指してるだけなんで、あんまり惑わされないでほしいな。英語を身につけず単純作業の仕事だけすることがちょっともったいないかなっていうだけで、ワーホリビザだろうとなんだろうと語学力バッチリ身につければ行く会は十分にあると思います。てな感じで無事にカルガリーに着きました。4時間ぐらいは寝れたかな。でもね、機内食食べてた時にめちゃくちゃ服に食べ物こぼしちゃって、買ったばっかりの新しい白い服めちゃくちゃ汚しちゃった。結構なえる。漂白剤早速買わなって思ってます。そんな感じでなえながらも初めて足を踏み入れた北米の景色にちょっと感動してる。そして無事に入国完了。ワーホリビザも満期1年で出ました。わーい。はーい、無事にカナダ入国できました。今は次の搭乗待ちで、よいしょ、こんな感じのところで待ってます。
めっちゃね、グリーンの壁の前で喋ってて、どこやねんって感じですけど、強いの。こんな雰囲気です。ワーキングホリデービザね、普通1年発行されるんだけど、なんかトラブルがあったりとか、書類不備があったりとかすると、1年発行されなくて数ヶ月だけみたいなってたまにあるらしくて、それが不安だったんですけど、問題なくちゃんと1年フルで出ました。海外旅行保険1年をちゃんとカバーできる保険が必要で、でもなんかそれって、ね、チェックされなかったりとかもあるって聞いてたんやけど、めちゃくちゃがっつりチェックされて、私この間ですね3つの種類の保険に入ってて、最初90日がクレジットカードの保険で、その後語学学校の卒業までの3ヶ月間はその留学生用の現地の保険っていうのに入ってて、でそれが学校通ってる期間しか無理だから、学校卒業したらまた別のビジター保険っていうのに入らないといけないっていうので、それをラストまでっていう形で3種類、契約をしていきました。でちゃんとこれは何日から何日まで、これは何日から何日までみたいな手書きでメモした状態で書類を見せたら、めちゃくちゃちゃんとチェックしてたので、これなんか1日でも保険カバーできてない日とかもしあったら、場合によってはちゃんとビザマックス1年出なかったかもしれないなと思って、マジでカナダワーホリ行く人はそこは要チェックです。ただ残高証明とか一切求められなかったです。はい、なので学校の入学許可書と海外旅行保険の証明書だけで行けました。まあね、初めてカナダ北米に足を踏み入れたんですけど、来てからやっと実感が湧いてきました。来るまではなんかほんまに行くんみたいな思ってたけど、ほんまに来たわみたいな。で今までって英語圏じゃない場所、主にアジアばっかりを旅してきたから、その英語ネイティブに囲まれる機会って本当になくって、ほぼ初めてぐらいなんですよ。非ネイティブとの会話はお互いネイティブじゃないから、こうね、頑張ってこう意思疎通し合おうっていう感じがあるけど、下手でもね、その非ネイティブやからこそ、なんか学校で習うような簡単な表現だけでこう意思疎通が逆にしやすかったりとかするんだが、ネイティブはそういかないので、結構そのビザの発行してもらう時も何みたいな時がちょこちょこあって、伸びしろしかないと思いながらはい、そんな感じで、空港で過ごしております。ほんでこの空港 Wi-Fi めちゃくちゃ爆早やった。嬉しすぎる。なんだかんだ搭乗の時間が来ました。あともうちょっとでバンクーバーや。私こういうさ、なんか雪山めっちゃデコボコしてる景色大好きなんですけど、わかる人いますか？結構テンション上がります。バンクーバーの上空はこんな感じ。めちゃくちゃビルが立ち並んでて、すごいビッグシティなんやなって思います。やっと着いて、ここから鉄道で学校の寮に向かいます。改札入る前に券売機でスイカみたいなコンパスカードっていうカードを買いました。迷うことなくスムーズに買えました。コンパスカードには1日乗り放題券とか1ヶ月乗り放題券とかあるけど、今回は普通にチャージ式のもので乗りました。駅に着いたらこんな景色が待っていて、アジアではなかなか見れない景色にちょっと感動しました。はい、ようやくお家に着きました。疲れた。部屋に入るまでにこのビルだって分かってるのに、どうやって入るみたいな。でなんかエマージェンシーでなんかもらってた電話番号もつながらんし、でなんかもう一つ電話番号見っけたから、そこにも電話してみたらなんか出てくれて、迎えに来てくれてみたいな感じで、電話しないと来てもらえないシステムだったんだということをその時に知ってなんとか入れてよかったなと。私ここ個室なんですけど、この個室外出たら廊下とかがあって、4人が一緒に暮らす部屋になってるらしいです。ってな感じで、お部屋はねシンプルでベッド1個で、こんな感じで収納がある。結構ね、いろいろ収納しやすそうな感じで嬉しい。ここには机ね、文箱もある。いろいろ入れられるから十分すぎる。こんな感じでした。めちゃくちゃシンプルです。
っていう感じで、外出たらシャワールームとかキッチンとか、あと洗濯機とかいろいろあるっていう感じで、なんかみんな賑やかな女子たちだったので、すごいここから1ヶ月住むんですけど、1ヶ月楽しみになりました。ちなみにこの学校の寮は1ヶ月だけ住むことになっています。というのもですね、この値段めっちゃ高くて、だいたい20万円ぐらいしました。シェアハウスで20万円、めっちゃ高くないですか？で、一応バンクーバーの相場的にシェアハウスだったら1人だいたい10万円前後あれば住めるかなみたいな金額感らしいので、自分で頑張ってこの後シェアハウス1ヶ月以内に探そうかなと思ってます。部屋の整理が終わりました。こちらは18時44分。とりあえずお腹が空いてるので、なんか今日の夜と明日の朝くらいに食べれる最低限のものはちょっと調達して、トイレットペーパーとか最低限の身の回り品を買いにマートにお出かけしてみようかなと思います。眠い。徒歩圏内にいくつかスーパーがあったんですけど、韓国系アジア系マートのここにまず来てみました。結論ですね、もうめっちゃくちゃ高くって、もう高すぎて辛ラーメンしか買えなかった。もうなんかカナダで私餓死するんちゃうって思った。ってことでカナダ1食目は辛ラーメンです。しかも辛ラーメンでさえ全然高かった。いやー、辛ラーメン大好きやけどね、最初から別にお腹壊しに行くようなことしたくないよね。あと水も買ったんですけど、水もめっちゃ高くて、なんか 1.5 リットルのペットボトルで5ドルぐらいした。500円以上みたいな。でもなんかその後調べたら、カナダは水道水全然飲めるということで飲んでみたら、確かに日本の水道水と変わらないぐらいの味で、お水買う必要ないんやこの国はっていうので、なんか納得しました。なのでカナダで水はちょっと買ったら破産しそうなので買いません。水道水で頑張ります。で、後で聞いたんですけど、やっぱスーパーがめちゃくちゃ高かっただけらしくて、スーパーが平均の価格ではなかったってことを知りました。で、実際他のスーパー行ったんですけど、全然別に特別高すぎるってことなかったんで、餓死せずに済むって安心しました。てなわけで出国動画はここまでです。次回はカナダのスーパーに行ってみた編になります。ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。